入ります。めちゃくちゃ美味しい。美味しいですか。めちゃくちゃうまい。おでんもうまいしね。おでんも美味しい。淡路島牛丼のうどんセット。めちゃくちゃ美味しいんですよ。このちょうどね、美味しい。はい。はい、すいません。これ食べんと仕事始まらへんしみたいな。はい、すいません。オーダーは変化つけんでよかったですか。はい。オーケー、ありがとうございます。お待たせいたしました。カツ丼のセットかけうどんでございます。失礼いたします。粉まみれになりますけど。2回目の準備お酢測ってるんです。中見た方がいいかな。30分、40分やってて終わりで。合わせて、そうですね、6体に合わせて。で、塩分、そうそう、温度と塩度と合わせて。温度と塩分を合わせて。はい。合わすっていうのが一番難しい。難しいですね。季節によって全然違うし、湿度の高い時も違うし、部屋の温度でもだいぶ変わってくる。外に見ても全然違う。なかなか難しい。
ちらで働かれてどれくらいになるんですか？15。15。15。 15。すごい。部屋が熟成室みたいな感じですか？はい。熟成庫が24度の理由って何かあるんですか？切るのに一番あまり高すぎると麺がビヤンって伸びる、低すぎると短いしよく切れるっていう、これで終わりですか？終わりです。やれやれ。やれやれ。通ります。キープしてるうちは無添加で全部自然のものを抽出して使ってますので、まあ安心安全というか。温度がこちらになったらカツオ入れます。
きたてなんで、醤油の味がかかってるんで、ちょっと醤油って感じなんですけど、でも一番今のカツオが味がするときの風味が。コーヒーちょっと苦みがあるから、甘くじゃないけど。こちらが生わらび餅でございます。わらび餅とホットコーヒーです。
ですか？3万冷凍で少しずつ冷凍していく分。はい。ゆっくりで冷凍させているって感じの冷凍室ですよね。これがまあ平日の全店舗さん合計の1日分みたいなイメージ。そうですそうです。毎日全店舗の発注はないんやけど、土曜だけ全店12店舗。じゃああれですか、お店様からこう発注があってそれを随時発送していくというようなイメージ。はい、バニラ4つと抹茶1つです。あとフレッシュが。作ってもらった。まあいいか。今から点数移し替えます。忙しくて。そうそう。これは一応さっき言ってたおうどんのかけだしとざるうどんのつけだしを混ぜて作ってます。ここで入れて提供します。天ぷらが出たタイミングで、はい。これがこちらノラちゃんの天つゆ豚水です。可愛いですね。はい、ありがとうございます。オープンしてから入ってます。オープンしてから。コンビネーションはいかがですか、お二人は。すぐだからどうですか。ちょっとね。よろしくお願いします。どうですか。照れ合ってる。こちらではカレーうどんに。そうですそうです。辛いのがまろやかになる。天かすを入れることでです。うんうんうん。おはようございます。8月27日月曜日の朝礼します。昨日
26分。すいません、朝から。土日は結構バタバタして、人数少ない中で皆さんに協力していただいて、お願いいたします。この生うどんが茹で上がってきたら、振ってくるっていう生うどん。あいったら全体にこう硬かったうどんが柔らかくなったっていう。それを拾っておかないと茹で上がりすぎてコシがなくなるので網で集めてます。大体30秒ぐらい締めて、あんまり締めすぎるとグミみたいになって美味しくないので程よく。確かにカメラがあるって思ったらそう。2名様ご来店です。こちらのお席どうぞ。失礼いたします。ご来店ありがとうございます。失礼します。お待たせいたしました。ご注文どうぞ。大エビ天ぷらの黒麦ざるうどんですね。はい。ありがとうございます。すぐご用意しますね。お待ちください。カレー1。エビ盛り上がるな。これね。はい、行きます。
3番さんです。はーい。失礼いたします。お待たせいたしました。カレーうどんセットですね。お熱くなってます。お気をつけください。あとカレーですので紙エプロンをお付けしてますので、どうぞご利用くださいませ。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとう。どうぞ。かわいい。器がかわいい。めっちゃ可愛いですね。かわいいね。いかがでございますか。美味しい。とっても美味しいです。とっても美味しいですか。美味しい。私ずっとお蕎麦を持って食べてる。じゃあもうお蕎麦と遜色ない味というか。お二人の野良屋のそのおすすめメニューというかお気に入りメニューって何かあるんですか。私はたまに丼。丼。はい。どっちにしても。丼。エビ。カツ丼。カツ丼ですか。カツ丼が美味しい。私はもうエビ。入ります。お願いします。はい、行きます。はい。10番行きますね。お待たせいたしました。カツ丼セットのぶっかけうどん冷たい方です。お願いします。2番上がりです。いらっしゃいませ。お願いします。はい上がりです。ありがとうございます。シロップ入れれない。てるから行こう。ちょうど持つとこ当たるからな。下へ向いてこう長いの。これが下へ向いて長かったらいい。手が両面。やっぱりこう野良屋さんやっぱ気に入った好きになったポイントって何かあるんですか。あんまりこういう食堂がこの辺ないから、一回入ってみようか言って入ったら美味しかった。雰囲気もなんかね、古民家みたいな感じで。そうですよね。おしゃれですよね。やっぱすごくいい雰囲気で。ね。田舎みたいな。田舎で帰ったみたい。ね、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ご苦労様です。ありがとうございます。ありがとう。なんかのご縁やったね。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。2名様オーダー入ります。
カツ上がりました。はい。こちらでバトルぶっかけうどんセットでございます。はい、失礼いたします。おうどんのお出汁をおかけになってよく混ぜてからお召し上がりくださいね。スプーンよかったらご利用ください。ランチのレバーと鶏カレーです。はい。ありがとうございます。お願いしますね。ありがとうございます。カツオロげます。お願いします。はい、それ上がります。お願いします。鶏カレー12番です。これはこれで上がり。いらっしゃいませ。はい、お願いします。ありがとうございました。失礼します。はい。まず天ぷらからいきます。中猫一つ。はい、いただきます。お願いします。料理出ます。オーダーです。はい。カレーいけますか？取り上がる？まだ？お願いします。わかめの汁、とろろトッピング看板です。お願いします。うなぎのあれ使ってる。うどんと二に食べ比べセット。どっこいどっこい。いらっしゃいませ。はい、2番。はい、これ私が上がり行く。お待たせいたします。おエビ天ぷらとろみびうどんのセット。失礼いたします。税理士協会。うどんセットにサラダになります。はい。ありがとうございます。こちらよければ紙ナプキンをお使いください。はい。今日のおうどんの味はいかがですか？
どんですわ。うどんこれ。うどんうどん。めちゃくちゃ美味しい。美味しいですか。めちゃくちゃうまい。お仕事仲間。皆さん社長さんばっかり。代表。お食事してちょっと仕事の話したり。部屋っぽいからね。やっぱり。ちょっと半個室ですよね。そうやから。お願いします。お願いします。11番上がりです。ありがとうございます。1番見てたら親子とダルショーっていうのが何入ってウェイティング8名様です。ご案内しますね。3番目までですね。はい。大江袋ももうそろそろ上がります。お願いします。はーい。します。クリーミー明太うどんセットのコーナーです。失礼します。お願いします。カツまで5枚入ってます。ここぐらい。今ここ。ノート洗いも詰めます。ご注文の品すべてお揃いですか。はい。こちら伝票になります。失礼します。大体何食べても美味しい。セットメニューが結構充実してるもんね。あと雰囲気が結構つく。ここの店の名前野良やと、いかにも野良にあるような小屋イメージした雰囲気なんか。麺で挟むから13です。お願いします。天丼2つあります。天丼です。お願いします。はい。またお願いしますね。ありがとうございます。なかなかないですよ。固まりました。その短い時間。もう店長おらんかったら死んでました。歯生えて2人。
お願いします。3番です。お待たせいたしました。カツ丼のセットかけうどんでございます。いただきます。お待たせいたしました。ランチのカレーうどんセットですね。失礼します。お待たせしました。野良カフェセットのクリーミー明太丼とミニきなこパイスとホットコーヒーになります。よっしゃ、俺も真ん中で。食べちゃった。もともと先代で、創業者なんですけども、もともと洋食のコックをしてて、どういう流れかはちょっと私も分かりませんけど、なんかうどん屋をやりたいと思い立ったようで、1号店で岸和田で、和歌山の知り合いから木をもらって、それを自分で小屋を建てて、店を作ったというのが初めですね。それがね、だから1996年かな。で今は何年目に？ 28年
社長が自分でね小屋を建てる時に小屋とでその小屋を建てる時に見守ってくれてて、ずっと横におった野良猫が、ずっとこう横におってくれたということで小屋と野良猫で、野良屋という名前になったというふうになってます。やっぱりこの無添加でやっぱ天然の素材を使うとやっぱ安心安全としっかりとねそういった素材の味をね楽しめるというかそういったところがやっぱりこだわりでそこはずっとね継続して技術を継承しながらねやっていきたいなというふうには思ってます。やっぱりね第2の我が家じゃないですけどやっぱりくつろいでやっぱ3世代おじいちゃんも含めて孫とかねセカンドハウスというようなそういった位置づけでねそれでお食事していただける空間でありたいなというふうに思ってます。もちろん店舗数もねまた増やしていけたらいいなと思いますし近くに野良屋さんが欲しいという方もやっぱりおりますんでねなるべくそういった方にも野良屋を使っていただけるように頑張って、やっていきたいなと思ってます。はい、せーの。またのご来店をお待ちしております。おはようございます。大丈夫ですか？何の仕込みになりますか？おでんです。おでんのこんにゃく。はい一晩漬け込んでたもの。そうですね。昨日のこんにゃくですけど、この前日もあります。どっちか言ったら結構味しみるのに時間かかるんで。どれくらいが一番食べ頃というかあるんですか？好みあると思うんですけど、よく染みてるの好きだったら3日とか2日目ぐらいが美味しいと思いますね。はい。ちょっと砂糖入れて。はい、すいません。いい、大丈夫です。おでんの出汁はもう継ぎ足し継ぎ足しで。継ぎ足しずっと継ぎ足し継ぎ足しでやってます。毎日火入れして傷まないようにやってます。はい。おはよう。
そっちにある。まあ上塩水作るんで麺を始めたのも去年の冬ぐらいなんですよ実は1年ちょっとぐらいしかまだ経ってはないんですけど。ここでやろうというふうに思ったきっかけとかがあるんですか？だいぶ小さい頃にここ食べに来たことがあるんですけど、すごい美味しくてめちゃくちゃなんかここでいつかやりたいなっていう気持ちはありましたね。はい、もへじです。毎度。今日は、お願いします。はい。そうですね。今日使う
ですね、基本的に寝かした方がまとまりよくなって僕は美味しいと思っているんで、はい。これは何ですか？丼の返しっていうとまあ醤油ですね。それとうちの出汁を合わせて丼出汁ができて、それで丼作ってる。だから早めに作って、こっちはざる出汁の返しです。だいぶ早めに作って熟成させてるんですけど、それも今日作ろうかなと思ってます。はい。この1本で100人前ぐらいですね。はい。毎日だいたい200人前分ぐらいは作るってことですか？そうですね、ほぼほぼで土日バーンって忙しかったりしたら3本とか出したりしますね、平日に。はい。これで丼の出汁が完成です。もう大体もう10分ぐらい経ったんで。親子丼に使います。親子丼用に。はい。はい。ナルトの一口です。はい。
結構甘めにしてるんで、まあまあさっぱり。ほぼほぼサバと梅です。それまあ今はちょっと減りましたけど。で、このアクを取ります。完成です。で、すいません、ちょっと引きますよ。冷やします。このまま。大丈夫です。はい、美味しいです。お湯を作ってます。最後、水を合わせるのに使います。全部同じ出汁が出てくるという。熱いんですよ。持っとくの。
人参、こんにゃく、揚げ、たけのこ、あと鶏肉入ってます。ね、今は三田の方の大和芋を使っています。このまま食べるともそもそ口の中になってしまうんで、粘り気が強いんで喉越しよくつるっと食べれるように伸ばしてます。土日だけいなりするんやけど、普通はもうこれと五目ご飯、今炊いた五目ご飯でおにぎりとかご飯類割とお昼で大体売り切れるかな。これでお客さん注文入ってからね、海苔と生姜のせて、私らはもう朝これだけ。これ三つ葉振ったでね、あんまり振ったらねきついからパラパラっと。
はい、この3人で。でも若い世代が。そうなんですよ。僕だけ年いってますよ。若い世代。なんですか。23。今年20歳。今年20歳ですか。そうです。2人足したのぐらいですと。どうして働かれてるんですか。なんかきっかけとかあったんですか。特にないんですけど。緊張して。緊張して。どうですか、大谷さん。働きぶりというか。まあいろいろなんていうかなあって、まあ今はすごい責任を持って頑張ってやってますね。はい。それまではいろいろぐにゃぐにゃありましたけどね。もっと若かったんで。今はすごいまあ責任を持って頑張ってやってます。はい。今ではじゃあ一人前に。もう一人前にはい頑張って受けてます。はい。まあなんですかね、若い子だったら卒業とともに辞めていくじゃないですか。どうしても。そうか、もう全体的にちょっと人手が。もう全然人手不足ですね。もうずっと今ギリギリやらせてもらってる感じですね。ずっとこればっかりはね、出会いなんで難しいとこなんですけどね。若い人もそうですけど、主婦層の方もぜひお願いします。まかないのおすぎです。開店前にまかないを食べる。はい、そうですね。で、いつもその日の麺の感じを見たいんで、それなんやったらもうやっぱご飯食べようかっていうことで全員で食べてます。青いのが皆さんで皆さんのいいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。はいいただきます。塩がわかんない。これぐらいでいいかな。食べれる。同じぐらい入ってますかね。大丈夫かな。はい、はい、すみません。食べてもうた。きれいからいくよ。
2名様テーブルで。はい。滝本様2名様、滝本様。はい、すいません。2名。お疲れ様、はい、どうぞ。お一人様来店です。12名様です。はい。12名様です。はい。見てますね。おでん美味しいんですよ。美味しいんですか。はい。何回か来てるんですけど、だしめちゃくちゃ効いてて、でね、100いくらかな、150円とかなんで、そうなんです。はい、安いんで、大体食べてます。失礼します。あ、はい。肉玉丼定食丼大盛りです。ありがとうございます。伝票かけてもらいます。失礼します。淡路島牛丼のうどんセットですかね。あと、玉ねぎも多分淡路島の玉ねぎやと思うので、めちゃくちゃ美味しいんですよ。ちょいちょい遠くから来るようにしてるんですよ。あ、そうなんですね。はい、そば玉2枚お願いします。上がりお願いします。はい、取ります。ありがとうございます。水玉足しといてくれ。はい。お
麦ドラ上がります。麦ドラ上がり。はい。食べらんともお持ち帰りだけ。ほんでちょっと待っといてもらってよろしい。はい、すみません。お電話お持ち帰りもやってるんです、ね、やってます。常連様みたいに鍋持ってくる方もいらっしゃいます。多いですね。はい。これだけでも多分おうどん食べらんでも、おでんだけの方もねたまにいらっしゃいますね。あ、そうなんですね。ちなみに何がおすすめ？何でも美味しいんですけど、一応こんにゃくは多分ねよそではない味だと思います。あ、こんにゃくが。こんにゃくはね。すみません、こんな感じでちょっとお出汁も入れてますね。もうちょっと待っておいてね。はい。様一枚お願いします。はい。はい。お願いします。ではこちら失礼します。失礼します。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。まずはそば出しといて。
かき揚げ2枚。はい、割りお願いします。スープそばで7番ね。はい。いいよ。はい。トマト大盛りいきますね。うどんそば10番ね。こちらおうどんの方ですね。いいや。うん。いや、子供の頃から入れましそうなんですね。じゃあもう何十年と。た。まあ今食ってないけど、今カツ丼とかカツ丼、おでんもうまいしね。おでんも美味しい。何食ってもうまいですけどね。いきまーす。島ね。ネギトロ1枚。はい。パターリサービス前田です。はい。オムコバス入っていってる。いや、ここから見えねえって、ここから見える。何人入ってだから。近くの。違
取ってなかなかこんな草あるような屋根ないでしょ。ないですね。ね。まあどっちかというと建築関係なんでね我々。やっぱそういったところもちょっと面白いな。ちょっとやっぱ見てしまうポイント。これからもどんどん通います。はい。そのおにぎりで行ってもうて10番取っときます。10番。はい、すみません、お待たせしました。うどん店ね。氷店1枚。はい、取ります。一番美味しく食べそうなやつ取ったってください。三角。美味しそうですね。ボリューミーで。はい。どんぐりのお二人がすごいいい食べっぷりで。若いからね、二人。
あ、どうぞ。ごめんなさい。はい、お願いします。すいません。こちらもやかしていただいてよろしいですかね。釜揚げ粉が曲がる。釜揚げのセット。はい、はい、いきます。ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございます。お掃除ですか？そうですね。最後はい。片付けと掃除と、まあ明日の準備と、はい。全員でやります。はい。結構皆さんいつも和気あいあいとされてる感じですか？そうですね。割とみんな仲良いね。働く上で楽しいこと、忙しいのをこなしていって、でそれがやっぱり最初の方はできないじゃないですか。でもそれができていったら確かに自分のモチベーションを上げるには確かにいいかもしれないですね。この忙しさは。
終わって帰るときはやれやれ、あ今日は一日終わったいう感じやな。お疲れよ言うてね、いつも平山さん言うてくれるからね。私ねこれがどうしよう言ってええんかな、夢やったんですよここで働くの。中学校小学校中学校高校ずっとこの辺におってで夢が叶ってそうなんです、そうで楽しく働かせていただいてます。はい、いやめちゃくちゃいいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日は。はい、いえこちらこそありがとうございました。ありがとうございます。早く帰らんのもう8分や。8分やな。これ大根。ありがとうございました。すみません。はい。ほなお酒であるすみません。店の雰囲気自体もすごくいいし、なんかこうすごく落ち着く場所みたいな、自分の家みたいな。皆さんと和気あいあい仲良くそうです。できるのが喧嘩は基本しないですしね。大谷さんのちょっと印象とかって厳しいところもありますけど、まあ優しいですね。はい。面白いし、最初入ってた時はすごいマッチョやなって思いました。自分もああなりたいなとは思って、ああいう体に、頑張ってください。はい、今後も頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひお越しください。昆布だしつけて置いとくから短いやつでも10時間ぐらいは昆布につけてる。一回炊いておはようございます。
でモーニング、阪神いろいろうどんのトッピングで使います。ごめんなさい。株式会社堺の代表の糸部です。創業何年になるんですか？もう数年で60年になります。はい。ほぼほぼ最初にできたのがこの蕎麦屋の前にあったコーヒー屋が一番最初にできまして、でその後にお店として作ったのがこの蕎麦屋なんです。でまだ、大阪の方に立ち食い蕎麦屋ってほとんどなかったので、東京の方まで行って蕎麦を食べながら一生懸命お店の中を採寸させてもらって、カウンターの高さとかを決めてで、作らせてもらったのがこのお店で、カウンターの高さなんかだから昔のままなんです、はい、ちょっとだいぶお店もへたってしまってお客さんちょっと減ってる時期もあったんですけども、また改装してからはすごくお客さんが戻ってきてもらって、今はすごく繁盛しております。ホームで電車を待ってるといい匂いしてくるんで、なんだろうと思って結局ここへ来て食べてもらえる人すごい多いんですよ。本当に尼崎の人に愛してもらって、この人たちがいないと多分うちはもう今成り立ってないんちゃうかなというふうに思います。マルテンそばとわかめトッピングです。マルテンそばにわかめトッピング。2番。失礼します。どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。はい。もう朝一によく来られる。そうですね。毎日通勤の時に食べるみたいな感じですね。出てくるのが早いしみたいな感じですね。失礼します。安心です。はい。はい。
大変お待たせいたしました。お出汁ってどれぐらい作られるんですか？どうやろう、6時から10時まででも4回立て続けに立つこともあるし、その時によって分からない。やけどするよ、お水が入ってるからやけどするよ。どれぐらいの数を仕込まれるっていうのは分かりますか？もう最低10キロ。最低10キロ。うん。この中がすごい暑いですね。暗いや、ここれつけとったら地獄で、それにご飯炊いとったらサウナ。具材は何が入ってるんですか？さつまいも、人参、玉ねぎ、あと春菊。
1本にしか半分に切っても。しのぶさん今日あれ10時9時10時次やったらあおいちゃん1日ですか今日朝やるのはちくわが250個かき揚げが50から60でお一人で大体はもうあれ大体一人の人が全部ちくわ揚げて余った生地で天かす作る。天かすつけてよかったですか？はい。失礼いたします。はい、すみません。ありがとうございます。僕オニオンが苦手なので抜いてもらってるんですけど、勝手に抜いてくれはるんですもう言わなくても抜いてもらえる。もう顔見ただけで分かるよね。ああ、もちろんもちろん。美味しそうですね。これ美味しいと思いますよ。これ夏だけのメニューなので、夏場は基本これにしてます。冬はこれがカレーうどんとかに変わるんですけど。はい、いらっしゃいませ。そうだめだ。おもぎにありがとうございます。どうも。いらっしゃいませ。皆さん楽しそうですね。なんかね、みんな仕事しやすね。仕事しやすね、みんな。これから帰ったら他のお仕事。帰ったらもう一杯クー飲んでこんだけ汗かいたから美味しい美味しいです。お先失礼します。使い終わった油を綺麗な油が。これこのぐらいに置いててとか、この透明なこういうのはこういう袋に入れてる。これも汚い。
ちょうど。阪神で先発でよかったですか？はい、はい。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。何を今日はご注文されてたんですか？たぬきやな。もう毎日のように来られてるんですか？そうやな。それはもう10年以上やな。なんであかんわ。ここのな、だしが美味しい。川で。前は大阪へな、勤めとったんや。それで朝早うな、ここで食べて、ここで行く。今はもうどこも行ってない。ここに食べに来るためだけに来てる。それだけ。
ました。阪神入ります。のっけです。はい、いらっしゃい。ありがとうございます。卵かけお願いします。オーダーは変化つけてよかったですか？はい。うどん。はい、すいません。すみません、お願いします。はい。はい、阪神です。おおきに、ありがとうございます。阪神のご飯失礼します。はい、すみません。
変化球入れてよかったです。ごちそうさまです。おいり、ありがとうございました。おいり。はい、はい。やってはい、はい。やってはい、いらっしゃい。はい、どうぞ。三振です。はい、すみません、卵かけです。はい、すみません。よっ。オッケー。ありがとうございます。三振です。はい。オッケー。ありがとうございます。もう何年ぐらい勤めてるんですか？ここに。もう結構20年近いですね。20年。近いですね。はい。ちょっと言い過ぎたかもしれないですけど。すごいスピードですね。そんな速くはないと思うんですけど。いたって普通やと思うんですよ。なんかみんな言ってくれはるんですけど、全然わかんないですよね。もうずっと言ってたら。慣れちゃって。もう全くわかんないです。意外と大変な店なんで、今いてはるメンバーみんなが頑張ってくれてるんで、もうありがたいですよね。基本的にやっぱり、ね、楽しければある程度は耐えれるんで、なるべく、ね、笑えれるようにはしてますけど。今日はこれ何を注文されたんですか？筑前。いつもは筑前なし。今日はどうしてまた筑前で？明日給料日。宮がついやろ。ウルトラスーパーごひいきにされてるっていう話だったんですけど、はい。どれぐらい通われてるんですか？どうやらもう12、13年。12、3年。そうなんですよ。泊まりの仕事なんで3日間ぐらい向こう行って帰ってきた時にまた食べて行く時に食べてそれですわ。必ず寄られるんですね。これ食べんと仕事終わらへんしこれ食べんと仕事始まらへんしみたいな。はい、すみません。ごちそうさまです。ありがとうございました。ありがとうございます。いいですか？ありがとうございます。オッケー。ありがとうございます。